2025年1月17日、劇場に衝撃が走る。機動戦士ガンダム G カークスビギニングに登場したこのモビルスーツがメタルロボット魂で商品化決定。夢の交わりの目撃者となる。バンマニでは、新登場した2体のメタルロボット魂を詳しく紹介していきます。まずはメタルロボット魂サイド MS 赤いガンダム。物語の鍵を握るモビルスーツとなる赤いガンダムが登場。金属パーツを使用することにより、メタルロボット魂ならではの重量感と安定したポージングなどを楽しめます。ガンダムが赤いということで衝撃的な姿になっております。赤いカラーリングで全身施されているんですけども、中でもね、色分けも細かく再現されております。まず目を引くのがこちらですね。キラリと輝く胸部から肩にねかけるメタリックレッドですよ。輝きがすごいですね。金属感もあってね、重厚感を演出してくれています。はい、さらにね、細かいところで言いますと、はい、こちらのね胸部の部分だったり腕のね部分、脚部の部分でも色合いが少し違ってまして、このね濃い赤になっていたりとか、少しね薄めピンクに近いようなカラーリングで表現されていますね。はい、そしてこちらの赤いガンダム、かなりシャープでスタイリッシュな造形となっていますよね。で、この特徴的な顔の部分なんですけども、はい、実は目はしっかりとこの複眼で再現されてるんですよ。かなり細かいですよね。こういうね表現されているのも嬉しいポイントの一つですよね。こうしたね背面の方もですね、やっぱりスタイリッシュになってるので、このね全体的なこの曲線美なんかも美しい機体になってますよね。背面をこう見ていきますと、ランドセルもねしっかりデザインされていますよ。そしてビームサーベルも装備されていると。背面までねしっかり楽しめる仕様になってますね。そしてこちらの部分やこの関節部、足元なんかは黒いメッキ加工が施されていて、背面まで全身重厚感ある仕様となっています。こちらの赤いガンダムにはビット、ガンダムシールド、ビームライフル、ハンマー、ビームサーベルが付属します。こちらのビット、サイズ感すごいですよね。大きくていいですね。こちらは肩につけることができるみたいなので、ちょっと後ほど試してみたいと思います。そしてこちらのガンダムシールド、マーキングもしっかり施されていますね。裏面もしっかりね細かく作り込まれております。そしてこちらのねハンマーですよ。いやー、この辺りもねめちゃくちゃ力強さ出てますし、何よりこのチェーンですよ。こちら金属チェーンとなっております。いやー、手に取ってみてわかるんですけどね、かなりリアルで、これもねちょっと後でつけてみたりして楽しみたいと思います。ではまずビットを使ってポージングをやっていきます。完成しました。いやー、このボリューム感すごくないですか。先ほどの赤いガンダムとはまた違った一面がねしっかり演出されています。はい、そしてこのね股関節の部分がですね3軸可動になっていて、ものすごくね可動域が広い仕様になっているんですよね。それによってねこのような躍動感あるポージングをしっかりと楽しむことができます。さらにはい、このように様々なポージングを楽しむことができます。続いてメタルロボット魂サイド MS 白いガンダム。劇場で衝撃を生んだ白いガンダムも登場。金属パーツを使用で圧倒的存在感と重厚感を確立、質感と可動を両立したアイテムです。はい、これが白いガンダムですよ。まさしくガンダムというね、このトリコロールカラーではあるんですけど、造形が私の知ってるガンダムとは全く違くて、ちょっと困惑しちゃいますよね。特にね、ちょっと劇場で見た時よりも黄色の入ってる範囲が結構広くて、こういう入り方してたんだっていうちょっと衝撃がありました。この肩の上の部分まで一面黄色だったんですよ。そこちょっと気づかなかったので新たな発見がありました。そしてなんといっても今回のガンダムで特徴的なのは頭部ですよね。ものすごく細かな造形してますよ。細かく凹凸が入っていたり、この塗装も入っていますし、そしてね今回かなり劇中でも印象的だった頭部バルカンも非常に細かく色分けされていて、造形も本当に細かいです。そしてメタルロボット魂といえばね、金属を使っているというところも特徴の一つなので、このね各関節の部分の重厚感だったり質感もね非常に楽しめますし、このフレーム部分のメタリック塗装とかも相まって非常に重厚感のある作りとなっております。そし
して付属品も見ていきましょう。白いガンダムにはガンダムシールド、ビームサーベル、ハイパーバズーカ、そしてビームライフルが付属しています。このガンダムシールド、表面の細かさもそうなんですが、裏面とかもしっかりと作り込まれているんですよ。こういうね、内側の部分ってなかなか作品の中で一瞬しか出てこなかったりする部分ではあるので、ここをねじっくりと見れるのが嬉しいですね。こういう作りしてたんだとか、オレンジが使われてたんだっていうびっくりもありますよね。そしてビームライフルはこのセンサーの部分がこのように稼働するんです。さらにサブグリップもこのように稼働させることができるので、自分の好きなポージングをしてマウントさせることができます。そしてハイパーバズーカもこのグリップの部分が稼働します。ビームサーベルは白いガンダムのランドセルについているこの持ち手のパーツをビームサーベルのエフェクトパーツと合体させることで完成します。ではこちらは赤いガンダムと並べて楽しんでみましょう。赤と白のガンダムを並べると圧巻、作品の世界観に引き込まれます。赤と白のガンダムを並べて自分なりの物語を構築しながらポージングするのも楽しそう。これは絶対2体欲しい。さらにメタルロボット魂のジークアクスと組み合わせることでさらなる世界観の作り込みも可能です。バンダイマニア。メタルロボット魂サイド MS 赤いガンダムは6月発売予定。メタルロボット魂サイド MS 白いガンダムは9月発送予定。メタルロボット魂サイド MS ジークアクスは8月発売予定。機動戦士ガンダムジークアクスビギニングは全国の劇場にて公開中。このアイテムが気になった概要欄をチェック。高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。